こんにちは。こんにちは。 TLS の渋谷です。 TLS クラスルームシーズン3エピソード11やっていきましょう。皆さんのその11、11歳の時の思い出とか聞いてみようかな。11歳は悪いことをしたフェミです。よろしくお願いします。ちょっと待って、悪いことって何したんですか？ということができません。マジ？冗談です。よろしくお願いします。よかったです。アマンダさんは何してたんですか？タグに夢中でした。タグ？タグって何ですか？日本で鬼ごっこ？日本語だと鬼ごっこね。私もやりましたね。懐かしいな。すごいでシャです。シャです。シャ。हिंदी में पकड़ा पकड़ीパクリ言ってみて。पकड़ा पकड़ा どうして言わないの？フランス語したんだよね。フランス語短いから。11歳の時に勉強しないでテレビばっかり見ました。勉強してたんじゃないの？ゲームばっかりしてたんです。みんな日本で生活していて、ただ日本語で困ることってある？デパートで店員さんが、商品の説明するとき困りました。時々日本で知った時は日本語難しかった。例えばスタッフのメールをもらうとき、普通のメールじゃなくてビジネスだとより難しいですよね。わからないときどうしてる？レンさん。ググっています。ググってるんだ。調べてるんですよね。ちょっとゆっくり解いた。ゆっくりお願いします。どうですか？はいと言います。もう一回言って。どういうこと？いや、はい、わかりました。はい、分かってないじゃん。分かってないのに分かりましたって言うから。でも日本人でもそれ言っちゃう時ありますね。でも分からないことってやっぱたくさんあるんですよ。私も、外国に3年ぐらい住んでましたけど、もう分からないことがたくさんありました。で今日本に住んでいても実は分からないこと私でもたくさんあるんですよ。分からない時にどんなアクションするか、どうやって聞くかって大事ですよね。はい、これコミュニケーションストラテジーっていうんですけど、分からない時にどうやって聞くかを今日は勉強してみましょう。お願いします。じゃあ私がちょっと今難しい話をするので、みんなそのリアクションお願いしてもいいですか？地球大気中の二酸化炭素をはじめ地球上で最も代表的な炭素の酸化物であり、炭素単位の有機化合物の燃焼によって容易に生じる。気体は炭酸ガス、固体はドライアイス、液体は液体二酸化炭素、水溶液は炭酸や炭酸水と呼ばれる。どうですか？わかりません。みんなやっぱ分かりませんのプロフェッショナルですね。素晴らしい。でも分かりませんのワンワードだとちょっと寂しいですよね。今日はそれの違う言い方勉強していきましょう。はい、じゃあまず1つ目のパターンいってみましょう。イエス・ノーのクエスチョンになりますよね。答えがイエスとかノーになるでしょう。例えば、皆さん春休みは国に帰りますか？答えははい帰ります、いいえ帰りません。この2つですね。こういうイエス・ノーのクエスチョンの時に、使えるパターンをしています。じゃあ帰りますの辞書形はジャイさん何？帰るです。そうですね。で、動詞の辞書形プラスかどうか分かりません。これで言ってみましょう。じゃあ帰るかどうかわかります。いいですね。帰るかどうか分かりません。このスタイルでちょっと練習してみましょう。じゃあ、レミさん、今日はアルバイトに行きますか？行くかどうかわかりません。素晴らしい。じゃあ、アマンダさん、今日の夜は、ご飯作りますか？作るかどうかわかりません。そういうことですね。素晴らしいです。今の動詞の辞書形プラスかどうか分かりません。これがパターン1でした。じゃあ次のパターン考えてみましょう。レミさん、その時計かっこいいですね。いくらですか？いくらかどうかわかりません。それでもいいんですけど、今私いくらですかっていういくらっていう質問の言葉を使いました。これは、疑問詞って言います。いくらとかどことか
何？イエスノークエスチョンじゃないとき、この疑問詞を使った質問には疑問詞プラスだか分かりません。これで言ってみましょう。じゃあレミさん、その時計いくらですか？いくらだかわかりません。いいですね。じゃあ、ジャイさん、明日の教室ってどこですか？どこだかわかりません。いいですね。じゃあ、アマンダさん、今何時ですか？何時だかわかりません。そういうことです。今のがパターン2、疑問詞プラスだか分かりません。ここまですごくよくできました。そのパターン1でも2でも言えないとき、ちょっと考えてみましょう。さっき私言ってすごく難しい言葉ありましたね。あれ、ちょっともう一回言ってみますよ。地球大気中の二酸化炭素をはじめ、地球上で最も代表的な炭素の酸化物であり、炭素単位の有機化合物の燃焼によって容易に生じる。気体は炭酸ガス、固体はドライアイス、液体は液体二酸化炭素、水溶液は炭酸や炭酸水と呼ばれる。なんか聞き取れた言葉ってありましたか？二酸化炭素。地球上？地球上。ドライアイス。いいですね。そういうふうに聞こえた言葉ありましたよね。その時にガスは分かったのですが、何々は分かったのですが、このガーっていうのが大切です。これを言うと、私全然分かりませんでしたの意味じゃなくて、少しこれは分かったんですけど、その他が分かりませんでしたっていう言い方になりますね。これも前もちょっと勉強したことあるものかもしれないですけど、すごく大切なので、何々は分かったのですが、このスタイルで答えてみましょう。じゃあジャイさんお願いします。ドライアイスは分かったのですが、地球上は分かったのですか？二酸化炭素は分かったのですか？そういうことです。そういうふうに言うと相手もしっかりと説明してくれる。ああ、じゃあここ分からなかったんですねってもう一回説明してくれる。そういうふうに分かりませんをうまく伝えると相手がまた教えてくれたりして、みんなの分かることどんどん増えていきます、なのでそれでもっと日本での生活、楽にしてやっていきましょう、この冬が終わったら、桜が咲きますね。皆さん花見は行くんですか？行くかどうか分かりません。パーフェクトです。もう今日の勉強覚えましたね。はい。よし、ということで終わりましょう。またね。